こんにちは。今日はとても簡単な作り方のカーディガンを作っていきます。袖なしのタイプにすることも簡単です。作り方は細長い四角形を2枚、それと後ろ身ごろになる四角形を1枚、それを縫い合わせて作ります。とても簡単な作り方なので、よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はセリアさんのソロフィム。カラーナンバーは6番。材質はアクリル 100%、35g で105メートル。使用界隈の目安は4から5。これを今回10号で編んでいきます。それとボタンをつけていこうかと思っています。お好みでつけてもつけなくても大丈夫です。このボタンの大きさは 2.5 ミリぐらい。私はこれを一つ使っていこうかと思っています。あとはマーカーととじ針を使います。この糸はこんな感じで少しだけ光沢があるように見えます。この状態よりも編んでみる方が綺麗な糸に見えます。材質はアクリル 100%。太さは1.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。四角形を3枚作ります。これは前身ごろの右、前身ごろの左、これは後ろ。前と後ろは幅が違っています。こっちは私の場合は46センチ。46センチにするために鎖65。前身ごろは26センチ。鎖37。だいたいこれで女性ものの L か LL ぐらい。私は肩幅が広いのでこれぐらいにしました。S や M の方はもう少し狭くします。その時の減らし方なんですが、この模様は鎖4個でできています。狭くする場合は鎖4個で調節します。増やしたり減らしたりして好みの幅にします。S や M の方はもう少し狭くします。これでだいたい模様一つでだいたい3センチ。鎖4個減らすと3センチ減ることになります。お好みの幅にしてください。で、この鎖は4の倍数プラス1。4の倍数プラス1。まず作りたい長さまで鎖を編んで、それを4の倍数プラス1に当てはめます。鎖を編んでみて、肩に当ててみて、好みの長さにします。で、これとこれは同じ幅で、ただ、右だけボタンホールを作ります。これは難しくない方法で作っていきます。まず、これから作っていきます。まず、前身ごろの右を編んでいきます。左も同じ作り方なんですが、右だけボタンホールを作ります。編む方向は逆にして、ここから鎖を編んで、鎖を編んで、細編み、模様編み。こっちも
鎖、細編み、模様編み、裾に向かって編んでいきます。まずこの鎖編み、最初の糸端は少し長めに残しておきます。後で肩を縫い合わせるときに使えるので少し長めに残します。途中からスタートします。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので鎖を1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていった方が後で縫い合わせる時に縫い合わせやすくなります。針から1、2、これが1つ目。後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み。次もこのまま端まで細編みを続けます。1段目の端まで来ました。次も細編みをしていきます。鎖1つ、裏返します。鎖の根元に細編み、次も細編みで、ここでボタンホールを作っていきます。細編みを編んだ後にボタンホールの大きさに合わせて鎖を編みます。この細編みを3つ飛ばす場合には鎖3つ、1、2、3、この鎖は少しきつめに編んでいきます。こんなサイズ。足元はここと同じ3つ飛ばします。1、2、3飛ばして4つ目。で、こんな大きさになります。試しにボタンを通してみます。これで大丈夫そうだったのでこのまま続けていきます。小さい場合には鎖2つ、下は2つ飛ばして3つ目に細編み。ボタンの大きさに揃えます。この下の細編みと鎖は同じ数。鎖は少しきつめ。で、この鎖の数、細編みの数、これが奇数の場合はこの細編みを偶数にします。私は鎖3つなので細編みは2つ連続。細編み2つにしました。ここの鎖が偶数の場合は細編みの数は1つ。奇数の場合は細編み2つ。細編み1つ編んだら鎖1つ。足元1つ飛ばして2つ目に細編み。これで細編み、鎖1つ、細編み。次も鎖1つ、1、2、鎖
れで端まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。ここではボタンホールがありません。こっちだけボタンホール、こっちはそのまま。次は3段目、鎖1つ細編みをしていきます。根元に細編み、次も細編み、この鎖1つでできたスペース、ここに細編みをしていきます。次は細編み、次は鎖1つの下、細編み、このままこのボタンホールを作った手前まで編んでいきます。ボタンホールの手前まで来ました。この細編みに細編み、次はボタンホールの中、鎖3つの下に細編み3つ、でこことここ、こんな感じになりました。これで細編みの部分が終わりました。次はこの部位、間には長編み1つ、少し大きめの鎖1つ、裏返します。鎖の根元に長編み、でマーカーをつけておきます。普段は鎖3つで最初の長編みの代わりにするんですが、今回はこの長編みを最初の長編みにします。次は V、 足元は1つ飛ばして2つ目、長編み、鎖で同じところに長編み、これで V ができました。次は長編み1つ、足元1つ飛ばして2つ目、次は V、 で V と V の間は長編み1つ、次は V、
これで端まで編んでいきます。 V ステッチで端まで来ました。次はこの玉編み2つ、また長編みから始めます。下の三角に針を入れて玉編みをしていきます。玉編みは長編みの途中、2本から引き抜きます。もう一度これを一度に引き抜きます。これで玉編みが1つ、玉編みの次は鎖1つ、また玉編み、これで玉編みが2つ、間には鎖1つ。玉編みが終わったら長編みの上に長編み、これを繰り返していきます。また三角に玉編み、これで端まで編んでいきます。玉編みで端まで来ました。下の長編みに長編みをします。このマーカーがついているところ、ここに針を入れて長編みをします。次はまた V、 この V と玉編みを繰り返していきます。次は V、 また長編みから始めます。玉編みの間に針を入れます。で V、鎖、こういう模様になります。で長編みの上に長編み、でまた V、 これで端まで編んでいきます。
端まで編んだら、次またこの玉編み、その上は V、 これを繰り返していきます。これを繰り返して8段編んでいきます。長さは13センチ。糸の太さによって段数は変わってきます。模様編みの部分だけを数えて8段編んできました。長さは13センチ。だいたい13センチから15センチぐらいで、次にこの長編みの数を増やします。今1本、次から2本にしていきます。次は V、 真ん中に V を作ります。これは今までと同じです。で、これからこの長編みを2つにします。この長編みの上、同じところにもう一つ、これで長編みが2つ、また V、 全部長編みを2つにしていきます。このまま端まで編んでいきます。長編み2つにして端まで来ました。次は玉編みの段、また長編みから始めます。次はこの長編みの一つに一つ、ここからこの玉編みと玉編みの間は長編み2つになります。次も一つずつこのままここでも一つに一つ、ここでも一つに一つで、次は V になります。 V の上でも間には長編み2つにします。このまましばらく編んでいきます。これが今編んだところ、左も同じように作ります。同じ鎖でスタートして同じように編んでいきます。ただボタンホールは作りません。同じように編んでいきます。後ろは最初の鎖の数が違っています。少し幅が広くなっています。こっちは鎖37、37、ここは65。こんな感じで作っていきます。
少し伸ばして測って46センチ編んできました。段数を数えると、この模様編みの部分だけで29段。最後は V になっています。これは左、こっちは前で、こっちは後ろ。この左は糸端を少しだけ残しています。それ以外の右は糸端を脇を縫うときに使える分、私の場合は60センチぐらい残しました。で、糸を切っています。後ろも同じ。これを脇に縫うときに使うので、この幅の3倍ぐらい残して糸を切ります。次は表と裏を確認します。最初の細編みが表の方を表にします。そうすると玉編みも表、表、こっちを表に決めます。こっちは裏。次は肩を縫い合わせます。縫い合わせるときには内側を表にします。内側を表にしました。次はマーカーをつけていきます。私は端から9センチ、こっちも同じ。細編みの数を数えていくと14個、こっちも同じ。裏が上の状態で縫い合わせていきます。ここには残していた糸端があります。糸端があったらこのまま、こちら側にはないんですが、ない場合には新しい糸を使って縫い合わせていきます。ある場合にはこのまま続けて縫っていきます。こっちは新しい糸、端と端を合わせます。端の2本の糸の下、こっちもこれを結んでおきます。もう一回同じところ、次から一つずつ2本の糸の下、あまりきつくなりすぎないように縫い合わせていきます。このままマーカーのところまで縫い合わせていきます。だいたい私はマーカーのところまで縫って、こちら側も同じように縫い合わせて、ある程度縫ったらここで肩にかけてみて、好みの襟ぐりの幅かを確認します。確認して好みの長さまで縫っていきます。両方の肩を縫い合わせました。ここで実際に体に当ててみて、好みの幅になっているかを確認します。私は試してみて、もう少し狭くした方がいいようだったので、細編み2つ分狭くしました。こっちも2つ分。なので、最終的には
この長さは10.5 センチぐらい、これぐらいの幅にしました。これはお好みによって幅を変えます。私は広めが好きなので広めにしました。私は2つ分増やして、これで好みの幅になったので、もう一度同じところ、足は2回通してしっかりとさせます。あとはほどけないように糸足を止めます。反対側も同じ幅だけ縫い合わせて糸始末をします。両方の肩を縫い合わせました。次は脇を縫い合わせていきます。残った部分が袖ぐりになります。今まだ内側が表になっています。裏を上にして肩から20センチぐらいのところにマーカーをつけます。これは仮のマーカーです。このマーカーから裾までのこの範囲を縫い合わせていきます。途中で腕を通してみてちょうどいい広さの袖ぐりにします。でまず角から糸が出ています。で向こうの角はこの長編みの上で同じところ、なるべく目立たないようにで、これから長編みがあります。ここに2回針を入れていきます。こっちも同じと縫っていきます。まずこここの長編み次はここ模様がずれないように合わせていきます。
これを繰り返してここまで編んでいくんですが、途中で腕を通してみてちょうどいい広さになるかを確認します。マーカーの手前まで縫ってきました。私は実際に腕を通してみて、ここよりも少し手前で止まった方がいいようだったので、ここで終わりにします。なので最終的には肩から22センチぐらい、これぐらいの袖ぐりになりました。マーカーの手前なんですが、ここで糸始末をします。さっきと同じように2回、あとはほどけないように隠します。これはさっきと同じです。で、反対側も同じように脇を縫い合わせます。両方の肩と脇を縫い合わせました。この状態で着てみると、襟ぐりがもう少し狭い方がいいようだったので、細編みをあと2つ縫い合わせました。なので全部で細編み18個。私の場合はだいたい13センチ。ちなみにこの間は後ろ身ごろを測って23センチ。次は袖を編んでいきます。片方も編んでいて、こんな感じ。模様は今までと同じ。ここから糸を出して編んでいきます。で、今表が上になっています。で、袖の内側から編んでいきます。ここぐらいから始めていきます。ここは縫い合わせた糸。新しい糸。鎖3つ。1、2、3。足元はここを飛ばしてここ。これと同じぐらいの間隔で編んでいきます。ここを飛ばしてここ。V を作ります。これで V で、次はここを飛ばしてここぐらい。これは大体で大丈夫です。ここを飛ばしてここぐらい。間隔が揃うように編んでいきます。だいたい等間隔になるように編んでいきます。
こっちは1つ目なんですが、2つ目を編むときにはこの V の数がこっちとこっち同じ数になるように編んでいきます。これで1周します。1周編んできました。これが最後の V。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。下は1本引き抜いてつなげます。次は2周目。2周目は裏返して今度は外側から編んでいきます。こっちが表、袖の外側から編んでいきます。鎖3つ、玉編みの部分を編んでいきます。今までと同じです。次は長編みの上、次また三角に玉編み、これで1周します。玉編みで1周してきました。これが最後の玉編み。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これが2周目。3周目はまたこの V、 内側から編んでいきます。さっきと同じ鎖3つで真ん中に針を入れて V、 これで1周します。3周目の V を編んできました。これが最後の V。 最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。次は4周目。裏返して外側から編んでいきます。今ここが表、細編みをしていきます。こんな感じの袖を作っていきます。まず鎖1つ、この鎖にマーカーをつけておきます。鎖全体を包むようにしてマーカー、このまま次の長編み、この長編みの上に細編みをします。次は三角、この三角に針を入れて細編み3つ、1、2、3、1、2、3。次は長編みの上、で次は V と V の間、この長編みの上には引き抜き編み、引き抜き編み、他は細編み、また長編みの上、1、2、3、長編みの上引き抜き編みと編んでいきます。三角には3つ、で長編みの上
V と V の間の長編みには引き抜き編み、でまた細編み、3、引き抜き編み、これを繰り返して一周します。細編みで一周してきました。針で糸始末をします。少し長めに糸を残して最後の細編みから糸を抜きます。これが一つ目の鎖。細編みではなくて鎖を一つ編みました。この鎖の下に針を入れます。これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。で裏に出してで引き絞って、あとはほどけないように隠します。で行ったり来たりしてしっかりと留めます。これで袖が出来上がりました。最後に縁を細編みで一周します。縫い合わせた脇からスタートして細編みを編んで、角では細編み3つ、まっすぐ編んでいって角では細編み3つと編んで一周します。で目立たないところから、これは縫い合わせたところ、ここぐらいからスタートします。で新しい糸、鎖1つ、細編み、次も細編み、この糸端は編みくるんでも大丈夫です。次はこの長編みの上、次は三角、細編み1つで、袖の時は細編み3つ編んだんですが、裾は細編み1つで、この細編みはきつくならないように編んでいきます。次は長編み、三角に細編み1つ、長編み、これで角まで編んでいきます。角まできました。最後の長編みに
細編みをします。ここに針を入れて細編みをすると穴が目立つので、1本内側に入って、ここに針を入れて細編みをしようと思います。穴が目立たなければどこでも大丈夫です。まず細編み1つ、次は2つ目、次は3つ目。これで細編み3つ。次からここには長編みがあります。この長編みに細編み2つ、ここも2つと編んでいきます。まずここに1つ編んだので、ここにもう1つ、で次から2つ、ここもあまりきつくならないように編んでいきます。こんな感じで編んでいって、角まで来ました。角には細編みが3段あるので、それぞれに細編み。まずここ、次はここ、次はここ、でこの糸端の出ているところ、ここに細編みを3つ。この糸端がもし目立つときには少しほどいて、ちょっと引き絞って小さくしました。でこの糸端の出ているところに細編みをしていきます。1、2、3、これで1つに3つ。次から1つに1つずつ細編みをしていきます。まず隣、この2本の糸の下で糸端は編みくるんでいきます。こんな感じでここまで編んでいきます。襟ぐりの角まで来ました。ここでも1つに1つずつ。まずここ、次はここ。ここは縫い合わせた糸。ここでも1つに1つずつ。でまた
このまま一つに一つずつ、ここでもここに細編み一つ、ここにも一つで一つずつ編んでいって、角ではこの部分に細編み3つで、また裾の角でもこの角に細編み3つで、裾をずっと編んでいってスタートしたところまで戻っていきます。一周編んできました。これが最後の細編み。少し長めに糸を切って最後の細編みから糸を抜きます。一つ目の細編みにはマーカーがついています。その隣に針を入れます。これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。大きさを揃えます。あとは裏でほどけないように隠します。で、何回か行ったり来たりして隠します。他に糸端があったらそれも隠しておきます。これで出来上がりました。袖も短めで可愛い袖になっています。で、襟元は今はこんな形なんですが、着るとこの部分が前に下がって綺麗な襟ぐりの形になります。広めにしたので首元が綺麗に見えます。で、全体は裾にかけて少し広がるように作っているので、スタイルがスッキリとして見えます。とても綺麗なカーディガンが出来上がりました。着た時にはこんな形でサイズを測りました。上から下まで46、横幅は46センチの64、襟ぐりは56、袖は4センチの22、使った糸は 250g、 玉の数で言うと7玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。